こんにちは。西洋苔園の苔見沢です。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今日なんですけれども、こちらのメデルシリーズのその後の育成状況の、ご報告の動画をさせていただきたいと思います。ご購入いただいているこのお客様のメデルシリーズも、だんだんとですね成長してきまして、でこのたくさんこの目の動きですとか成長の動きがたくさん出てきているかと思います。その中で、この伸び方は大丈夫なのかなとかですね、こういうふうに育っていくんで、参考にしてくださいねというような動画を、作りたいと思います。すでにご購入いただいているお客様はこのお手元のですねメデルシリーズの成長が、こういうふうに成長して、でこうなっている場合はどうしたらいいかとかですね、そういった、ご説明の動画になるかと思いますし、メデルシリーズをですねこれから買ってみたいなと思われる方にとってはこういうふうに成長していきますよというですね、そういった参考になるような動画にしていきたいと思います。でこちらにですね私の方でも作っているメデルシリーズのサンプルを5つご用意しております。で、こちらメデルシリーズはですねいくつかパターンがありまして、高野の万年草のみのタイプ、こちらがそうなんですけれども、高野の万年草のみのものとオオカサゴケのみのもの、あとはこのオオカサゴケと高野の万年草の混合タイプのものですね、3つパターンがあります。今日はですねちょうど植え付けてから83日目になります。前回の動画は45日目だったんですけれども、で60日目くらいの動画を撮ろうかなと思ったんですけれども、ちょっと時間がなくてですねすいません、だいぶ伸びちゃいましたけれども、今日が83日目です。83日ですね、メデルシリーズ植え付けてから83日経つと実際どのような成長を見せてくれるのか、それぞれ一つ一つじっくり見ていきたいと思います。それではですね、まずはこちら高野の万年草のみのメデルシリーズのものを見ていきましょう。蓋を取ってみます。こういう感じでですね、高野の万年草のみのタイプのものはだいぶこの芽がですね伸びきって上に伸びています。でこちらの容器のですねもう上に伸びているような状態、これぐらいまで伸びています。でこちらの芽ですね、こちらの芽先が曲がっている状態になっていますけれども、こちらはですねこの容器の上に頭がついてしまっている状態ですね。こういう状態になった場合は伸びすぎちゃうので上をもうカットした方がいいのかとかですね、この一回カットして植え直した方がいいのかなとかですね、悩まれる方が多いかと思うんですけれども、植え替えても問題はありません。一旦この根元で切ってで下にこう深く植え込むと、そのような対処方法も、全く問題はないんですけれども、私のおすすめはですねこのまま残しておくことをおすすめします。上につっかえるとですねちょっとこう窮屈な感じがして高野の万年草の姿がですねあまり美しくないなと思われる方もいるかと思うんですけれども、高野の万年草の場合はですねこの新芽の数がですね増えれば増えるほど栄養を吸収するその能力がですね高まります。ですのでこの芽はですね残しておくとまた次の世代の芽吹きがですねとても力強い芽吹きになってきますので、今回のこの芽はですね背が高くなってしまってそういった成長を見せてくれたということで、次の世代の芽吹きをですね力強いものにするために今回の芽は残しておくという考え方が、私はですね次の世代の高野の万年草の、芽吹きを、美しくするためにはその方がいいかなというふうに思います。で上つっかえて曲がったりするんですけれども、高野の万年草はとてもしなやかな、力を持っていまして、つっかえたらつっかえた状態、そこからまた自分でですね、うまくその環境に合わせて姿を変えていく、そういった生態を持ってますので、そういった状態、この上ですね伸びすぎた状態でも
そのまま、育ててみてはいかがでしょうかというのが私の考えです。で、続いてですね、こちら手前の方にですね、こちら巻き苔をしたコヤナマンネングサが芽が出ています。もう少し近づいて見てみましょう。こちらに見える芽ですね。こちらは巻き苔をしたコヤナマンネングサの葉の部分になるんでしょうかね、から新芽が上に伸びています。これもまだ小さい芽ですが、この芽がですね大きく成長しきって次の世代の芽が出る時には、立派な芽にですね、成長してくれるというような姿をですね、楽しむことができます。でまだ、芽吹いてない箇所もあるんですけれども、あとこちらですね、こちらは葉がそのまま成長して上に伸びていますね。これもですねまた成長を見せてくれますので、この成長も楽しんでみていただければと思います。で、こちら親株がですね先が少し茶色くなってきました。これはですね新芽が旺盛に出た株というのは、次の世代に栄養をですね送っていくと世代交代を、の働きを見せてくれます。ですので旺盛にですね新芽が出た親株というのはですねこのように自然に茶色くなりやすいというような、そういう生態を持っています。こちら見ていただくと分かるんですけれども、この茶色くなった株からはですねおそらくこの2本が芽吹きとして出てきたんじゃないかなというふうに思います。こちらもですね茶色くなりかけてますよね。これがそれぞれの株から1本ずつですね力強い大きな芽が出てきてくれていますので、その親株は少し茶色くなって次の世代に栄養を送ろうとしているというような状態です。こちらの一番伸びてちょっと先が曲がっている新芽はですね、おそらく、茎伏せをした地下の茎からグインと伸びているというものになります。どの芽もですね先が緑色になってきていますので、これからですね暖かくなってから少しずつ枝葉を成長させていくというような段階ですねになっています。とても健康的に成長してくれています。続きましてこちらオオカサゴケのみのタイプのメデルシリーズ化粧砂黒いバージョンです。こちらも見ていただくと分かる通りかなり旺盛に芽吹きが出てきています。かなり動きがありますね。新芽がどんどん上に伸びていって葉をどんどん展開していると、そういう状態です。こちら新芽がですねすごく力強く伸びています。こちらもそうですけれども、茶色い花根がですね下にびっしりと伸びて、でその上にですね力強く新芽を伸ばしていると、そういう状態になります。巻き除けをしたものからも新芽が出ますし、植え付けた差し苔をしたオオカサゴケからも芽が伸びています。どちらかというと差し苔をしたものの方が力強く芽吹いているように見えますけれども、こちらも茎伏せをしているものですね。こちらも2つ茎伏せの同じ茎から2本ここに出てきてますけれども、この新芽も非常に力強い芽吹きを見せてくれています。はい、続きましてこちら白い化粧砂のタイプのメデルシリーズオオカサゴケのみバージョンです。先ほどの黒いものとですねほぼ、育成状況というのは同じかなと思います。こちらはですね若干差し苔の方からの芽吹きというのはあまり見られないような状態なんですが、茎伏せの方からですね巻き除けしたところからはかなり旺盛に芽吹きが見えます。差し苔した方からの芽吹きが出る出ないっていうですね違いはありますけれども、これはですねもうその両者で違いが何かあるのかというとですね、もうそれは、その株ごとのですね、気分次第といいますかその株がもともと持つ栄養状態とかによって、差し苔から芽が出るのか、それとも、差し苔はその株として、一旦その株を維持するのか、そういったところはですね株のその
気分次第かなというふうに思います。ただいずれですね、差し置けした株からもですね、世代交代をして次から新芽が出てくるというタイミングというのはいずれ出てくるのかなというふうに思います。こちらの新芽もですね、今後葉の展開の時期に移り変わりまして綺麗なですね新芽が伸びてくれるのかなというふうに思っています。83日経過するとこのような旺盛な芽吹きが見ることができます。結構上の方からですね、新芽の状態を見ていきますとこんな感じです。すごいこちらの新芽なんかはですね、アスパラのような見た目ですけれども、茶色い花根がですねとても力強く出てきてくれています。差し置きにしているこの大笠苔ですね、こちらも、綺麗なままの状態でですね、育成を見せてくれています。明るめの化粧砂のメダルシリーズ大笠苔もこんな感じですね。この中央の株芽ですね、こちらはとても力強い新芽になっています。これは巻き苔をしたところから芽吹いてくれてますね。ちなみにこちら株のですね、こちら中央にですねこの茎の、中央部分が露出しているもの、これがですねオス株になります。でこちら茎の中央にですね葉がたくさん茂っているものがあるんですけれども、これはですねメス株になります。大笠苔はそういった違いがあるんですね。こちらは続きまして小屋の万年草と大笠苔のタイプのメデルシリーズです。こちらはですね小屋の万年草は1本植え付けてます。製品としての、メデルシリーズ混合タイプの場合はですね、小屋の万年草は3本ですね、上に2本で巻き苔で1本というふうにですね、付けさせていただいてますけれども、これはですね、私の方で作っておりますメデルシリーズになりまして、これはちょっと1本少ないものになります。ですけれどもこのようにですね、巻き苔をしたものからもたくさん大笠苔の、芽吹きが確認できるかと思います。小屋の万年草もですね中央部分に1本新芽が確認できましてだいぶ伸びきっています。で手前にもですね巻き苔をした小屋の万年草から芽吹きが見えます。中央部分の方ですね、ちょっと奥の方になるんですけれども、こちらですね、こちら大笠苔が芽を出してくれています。このような感じで、これも順調に伸びているかなという感じです。大笠苔もですね差し苔にしているものはとても綺麗な状態で、展開してくれてますね。続きましてこちらなんですけれども、こちらはメデルシリーズの製品の混合パック、小屋の万年草差し苔2本、そして大笠苔は差し苔3本で、それぞれもう一つ、巻き苔小屋の万年草1本大笠苔2本というようなタイプのものになります。こちらはですね芽吹きがかなり旺盛になってますね。小屋の万年草の芽吹きがかなり旺盛になってます。こちらですね、すごいですね。巻き苔しているところからも出てますけれども、この差し苔をしたところからも1本2本ですね、途中から芽が出てきています。差し苔をした大笠苔もですね綺麗な状態で成長してくれてますし、このようにですね手前の方から新芽が伸びてきてくれていたりします。
ちらの巻き苔をしたオオカサゴケの方も新芽が伸びてくれています。じゃあ1234本、コヤナマンネングサの新芽は合計1234本今力強く伸びているのが確認ができます。これはもうまさしく混合タイプでもですね、かなりボリュームがあって、もう小さな苔の森というですね、表現にぴったりの、苔テラリウムになっております。また上から眺めてみましょう。こちらはですね、混合タイプのコヤナマンネングサ差し苔1本タイプのものですね。こちらはですね、容器の中のスペースが感じられて、上から見てもですね、この一本一本の姿がそれぞれ、しっかりと確認できる、そういった作品になっているかなと思います。この端の方にですね、奥に1本出ますけれども、このちっちゃな芽吹きもちょっと楽しみではありますよね。どんな風に成長してくれるのかなというふうに思いますけれども、この中央部分にもオオカサゴケの新芽がたくさん伸びてくれているので、この辺りの成長も楽しみです。続きましてこちらはですね、コヤナマンネングサ差し苔2本タイプで、オオカサゴケは差し苔3本タイプ、製品版の商品として販売しているメデルシリーズの混合タイプのものです。もう上から見てもですね、コヤナマンネングサのボリュームもかなりありますし、下に刺しているオオカサゴケもかなりボリュームを感じさせます。これはこれからですね、今回の芽吹き、そして次の世代の芽吹きなどもかなり旺盛に芽吹きが楽しめるのかなというふうに思います。はい、それではですね、メデルシリーズの今日83日目、ちょっと中途半端な日数になってしまいましたけれども、育成状況の、レポートの動画をお送りさせていただきました。このようにね、メデルシリーズというのはオオカサゴケ、コヤナマンネングサのそのままの姿をじっくりゆっくりとその成長を楽しめるような、そういった苔テラリウムになっています。で、皆様ですね、この植え付けもどなたでも簡単にできるように、巻き苔用、差し苔用というですね、そういった形で、パックをですね分けて発送しておりますので、どなたでも動画を見ながらですね、簡単に作ることができると思います。それでですね、このじっくりその成長をめでていきながら、その1年後2年後っていうですね、そのコヤナマンネングサオオカサゴケのどのような生態を持っているのかというところも2年目3年目とですね、育成していくといろいろな発見があるかと思います。で、一般のテラリウムだと作品を作って刺してで、置いておくと。で、大体オオカサゴケですとかコヤナマンネングサ、成長したらですね、植え替えてくださいとかですね、切って植え直しましょうというようなことが今まで言われてきたんですけれども、それをですねせずにそのまま育てていって、一次系二次系がですねどんどんその一つのコロニーとして成長していくという状態を見ていくとですね、またその本来の苔のその生態というのが見えてきます。いろいろな発見があるんじゃないでしょうか。そして何よりですね、そのままの姿をじっくり眺める、その苔はですね、そのままの姿がそもそもとても美しい植物です。で、そのままの姿に癒されながらですね、苔の成長を感じながら、その苔がじっくりとゆっくりと成長していくその時間を感じていただくと。そうすることでですね、苔というのは本当に私たちが持っているその時間軸とは違う時間軸で成長していますので、そういった苔の時間に触れていただくこと自体がですね、とても豊かな時間になるんではないかなというふうに思ってですね、このメデルシリーズというのを作っております。で、オンラインストアでもですね販売しておりますので、ぜひご購入いただければと思うんですけれども、この作品はですね、私の地元の愛媛県西予市野村町というところの百姓百品さんというですね、産直のお店があるんですけれども、そこにですねこの苔テラリウム
メデルシリーズもこれ今撮影したこのままをですねそのまま並べていますので、もしですねこの撮影したこのままの状態のものが欲しいという方はぜひ店頭まで来ていただければですねこの実物をご購入いただくこともできます。よろしくお願いいたします。でこの動画のコンテンツ自体もですねそのメデルシリーズの、宣伝のような動画になってしまっているように見えますけれども、このオオカサゴケ、コエノマンネングサのどのような生態を持っているのかというですねその貴重な記録の動画にもなるんじゃないかなと思います。何も装飾しないそのままの姿をですね長期的に観察していくというそういう動画なかなかないかなと思うので、苔のコエノマンネングサオオカサゴケの成長がどのようなものなのかというのをですね、知っていただくにもとてもいい動画になるんじゃないかなと思って作っております。ただもうこれ売れてしまうとですねその後どうなったか分かんないんでちょっとそのあたりどうしようかなと考えてるんですけども1個はですね自宅に置いているものが、これかな、これは自宅に常にずっと置いてますのでこれだけは何年も残せるかなと思います。それ以外のものは売れたらちょっとですねすいませんお客様のところに行ってしまいますけれども、また次の動画を楽しみにしていただければというふうに思います。次はですね今日83日目なので100日目ぐらいの動画を撮れたらいいかなと思ってます。ただちょっと100日超えてしまって120日目ぐらいの動画になってしまうかもしれませんけれども、またその成長の様子をですね見ながら動画にしていきたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の動画は以上になりますけれども、今回の動画ですね参考になったなっていう方がいらっしゃればぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。でこういった西洋苔園ですね、苔の栽培もやってますけれどもその栽培農家がですね、提案する苔テラリウムそういったものもですねコンテンツにしていきますので今後ですね、西洋苔園見てやってもいいかなという方はぜひご登録をいただけると非常にありがたいです。ありがとうございます。はい、それではですね今日の動画は以上になります。またよろしくお願いいたします。次の動画でお会いいたしましょう。ではさようなら。